春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、パーセプションシステムの中でも、AI エネミーに知覚を実装してみようと思います。AI エネミー作ってみた、その 3AI センスサイト。早速、作ってみましょう。1、AI パーセプションコンポーネント、知覚システムを設定します。AI コントローラー AIC エネミーベースを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より AI パーセプションコンポーネントを追加します。詳細パネル AI パーセプションで間隔を設定できます。主要な間隔は感知されるアクタの位置を決定する際に他の間隔よりも優先される間隔です。間隔を2つ以上設定する場合に使用します。AI センスサイトにします。AI サイトコンフィグの設定。 AI センスサイトの設定を行います。センシズコンフィグのプラスをクリックして設定を追加します。プルダウンより AI サイトコンフィグを選択します。展開します。サイトラディウスはターゲットに気づく最大視野距離です。今回は800にします。ロストサイトラディウスはすでに目撃されたターゲットを認識する最大視野距離です。つまりターゲットを見失う視野距離です。1200にします。周辺視野の半分の角度は AI が見ることができる横方向の範囲、片目の視野角です。人は片目では上側で約60度、下側に約70度、右側に約90から100度、左右120度と言われています。60.0 度にします。ディテクションバイアフィリエーション、所属による検出を展開します。ディテクトエネミーズ、敵の検出、ディテクトニュートラルズ、中立の検出、ディテクトフレンドリーズ、味方の検出があります。すべてを有効にします。マックスエイジは有効期限です。生成された刺激が忘れるまでの時間を指定します。5.0 にします。つまり、プレイヤーが AI エネミーの視野から外れた場合、5秒後に AI エネミーはプレイヤーのことを忘れます。コンパイルして保存します。3、AI デバッカー。AI をデバッグモードで表示します。一旦、AI エネミーはアイドル状態にします。レベル上の AI エネミーを選択します。詳細パネル、デフォルト、パトロールルートをクリアします。DP ステートスイッチングも削除します。日本語キーボードではアポストロフィキーが使えないようなので、ショートカットキーを設定します。研修、プロジェクト設定、エンジン、ゲームプレイデバッカーで、ショートカットキーを設定します。アクティベーションキーをタブに設定します。プロジェクト設定を閉じます。起動してみましょう。デバッグキータブを押します。AI デバッカーが開きます。0キーを押すとナビメッシュをデバッグします。もう一度押すと、非表示になります。1キーを押すと AI、2キーを押すとビヘイビアツリーをデバッグします。パーセプションのデバッグを表示したいので、5キーだけにします。扇形の範囲が視野角度です。片目60度で設定されています。緑色はサイトラディウス、最大視野距離です。赤色はロストサイトラディウス、最大消失視野距離です。プレイヤーがサイトラディウスの領域に入ると緑の球体が表示されています。これは AI エネミーがプレイヤーを検出していることを意味します。ロストサイトラディウスの領域から外に出てみます。マックスエイジの5秒に達すると、緑の球体が消え、AI エネミーはプレイヤーを見失います。また、視野角の外に出ると同じように、マックスエイジの5秒に達すると、緑の球体が消え、AI エネミーはプレイヤーを見失います。4、アクターに知覚を実装。AI コントローラー AIC エネミーベースを開きます。コンポーネントパネルより、AI パーセプションコンポーネントを右クリック、イベントを追加、オンパーセプションアップデイティドを追加します。オンパーセプションアップデイティドノードは、AI エネミーが全ての感覚からアクターを認識した時に呼び出されます。AI エネミーが認識したアクターのリストが出力されます。一旦、コンパイルして保存します。4-1、センスタイプ用列挙型の作成。センスタイプの列挙型を作成します。右クリック、ブループリント、列挙型、名前をEIセンスタイプにします。ファイルを開きます。列挙種を4つ追加します。ナン、サイトセンス、ヒアリングセンス、ダメージセンスにします。
保存して閉じます。4-2、関数センスタイプの作成。AI コントローラー AIC エネミーベースを開きます。センスタイプを指定する関数を作成します。名前をセンスタイプにします。エントリーノードを選択します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数センスとアクター、アクタ型を作成します。変数センスとアクターは、感知したアクターです。変数センス、EI センスタイプ型を作成します。変数センスは、どのセンスタイプを使うかです。詳細パネル、アウトプットに変数を追加します。変数センスと、ブーリアン型を作成します。変数センスとは、センスタイプを使って何かを感知したかどうかです。ノードを一旦切断します。AI エネミーが所持しているすべての感覚、センスを取得します。AI パーセプションコンポーネントを配置します。AI パーセプションコンポーネントより、ゲットアクターズパーセプションノードを配置します。エントリーノードにつなぎます。ゲットアクターズパーセプションノードは、任意のアクタから識別した情報を読み出します。アクターピンをエントリーノードのセンスとアクターピンにつなぎます。インフォピンを右クリックして、構造体ピンを分割します。ラストセンスとスティミュライの情報があります。現在はサイトセンスしか設定してませんが、この配列には AI パーセプションで設定したすべての感覚、センスが含まれています。AI パーセプションで設定した感覚から該当するセンスタイプを選択します。ラストセンスとスティミュライピンより、方位1ループノードを配置します。アレイエレメントより、ゲットセンスクラス4スティミュラスノードを配置します。ループボディにつなぎます。ゲットセンスクラス4スティミュラスノードは、センスクラスを返します。クラスには、AI センスサイト、AI センスヒアリング、AI センスダメージなどがあります。このセンスクラスからどの感覚、センスに等しいかどうかを判定します。リターンバリューより、イコールノードを配置します。イコールノードより、ブランチノードを配置します。ゲットセンスクラス4スティミュラスノードにつなぎます。イコールノードの下のピンより、セレクトノードを配置します。エントリーノードのセンスピンをインデックスにつなぎます。サイトセンスに AI センスサイト、ヒアリングセンスに AI センスヒアリング、ダメージセンスに AI センスダメージを設定します。該当するセンスタイプで認識したかどうかを返します。アレイエレメントより AI スティミュラスをブレイクします。サクセスフリーセンストピンをリターンノードのセンストピンにつなぎます。リターンノードをブランチノードのトゥルーにつなぎます。詳細パネルで未接続のピンを非表示にします。保存して閉じます。4-3、感知したアクターの確認。イベントグラフにて、各アクターをループして、感知できるか確認します。アップデーティドアクターズピンより、方位1ループノードを配置します。アレイエレメントを右クリックして、変数へ昇格します。名前をセンスとアクターにします。ループボディにつなぎます。4-4、センスタイプの指定。感知するセンスタイプを指定します。変数センスとアクターを配置します。変数センスとアクターより、関数センスタイプを呼び出します。前の処理につなぎます。センスタイプをサイトセンスにします。センスとピンより、ブランチノードを配置します。アクターを感知したらトゥルーに処理が流れます。4-5、関数ゲットカーラントステートの作成。AI エネミーの現在の状態を取得する関数を作成します。名前をゲットカーラントステートにします。変数、AI より、変数ブラックボード、ゲットノードを配置します。変数ブラックボード、ゲットノードより、ゲットバリューアズイーナムノードを配置します。変数ステートキーネーム、ゲットノードを配置します。キーネームピンにつなぎます。エントリーノードを選択します。詳細パネル、アウトプットに変数を追加します。変数ステート、EI エネミーステート型を作成します。ゲットバリューアズイーナムノードのリターンバリューをステートピンにつなぎます。保存して閉じます。4-6、関数センスサイトプロセスの作成。AI エネミーが視覚で認識した時の処理を作成します。関数を作成します。名前をセンスサイトプロセスにします。関数ゲットカーラントステートを呼び出します。エントリーノードにつなぎます。ステートピンより、スイッチノードを配置します。ブランチノードを配置します。パトロールステートとサーチステートをつなぎます。
エントリーノードを選択します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数アタックターゲット、アクタ型を作成します。アタックターゲットより、イコールノードを配置します。下のピンより、ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。イコールノードをブランチノードにつなぎます。AI エネミーの状態を変更するために、関数セットステートアズチェイスを呼び出します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。アタックターゲット同士をつなぎます。保存して閉じます。477、状態切り替え、イベントグラフにて、関数センスサイトプロセスを呼び出します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。変数センスとアクタ、ゲットノードを配置します。アタックターゲットピンにつなぎます。AI エネミーがプレイヤーを認識しなくなるとパトロール状態にします。ブランチノードを配置します。ブランチノードのホールズにつなぎます。変数センスとアクタ、ゲットノードを配置します。変数センスとアクタ、ゲットノードより、イコールノードを配置します。下のピンより、ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ブランチノードにつなぎます。関数セットステートアズパトロールを呼び出します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。コンパイルして保存します。AI エネミーをパトロール状態にします。レベル上の AI エネミーを選択します。詳細パネル、デフォルト、パトロールルートで BP パトロールルートにします。AI エネミーを複製して、複数にします。起動してみましょう。プレイヤーが AI エネミーの前に出ると、プレイヤーを見て攻撃を開始しましたね。AI エネミー同士が重なり合って、ごちゃごちゃしてますね。D2 アクラウド AI コントローラー。AI エネミー同士が重なり合わないようにします。AI コントローラーを開きます。クラス設定、詳細パネル、クラスオプション、親クラスを D2 アクラウド AI コントローラーにします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。お互いが避けるようになりましたね。設定ファイル。なんとかできましたね。エネミーに資格を持たせるメリットは、リアリティの向上。資格を持つ敵は、プレイヤーにとってよりリアルで没入感のあるゲーム体験を提供します。戦略的チャレンジ。プレイヤーは敵の視線を避けるために慎重に行動する必要があり、戦略的な思考や計画が要求されます。ステルス要素の追加。資格を持つ敵は、ステルス要素をゲームに取り入れることができ、プレイヤーに忍び寄る楽しみを提供します。動的なゲームプレイ。敵がプレイヤーを視覚で発見することで、敵の行動パターンが動的になり、より変化に富んだゲームプレイが実現します。リアルタイム反応。資格を持つ敵は、プレイヤーの行動に対してリアルタイムで反応するため、緊張感のあるゲーム体験を提供します。難易度の調整。敵の視覚能力を調整することで、ゲームの難易度を調整する手段となります。視界が広い敵は難易度を上げ、視界が狭い敵は難易度を下げることができます。インタラクションの多様性。資格を持つ敵は、プレイヤーとのインタラクションが増え、より多くの戦術やプレイスタイルを試すことができます。物語の展開。資格を持つ敵は、ストーリーテリングの要素としても利用でき、敵の視点から見た物語の進行を演出することが可能です。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。
興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。